学費くらい自分で払え。難関大学に合格した夜、娘のために学費は払わない、と夫が言い出した。ちょうど1年前、中途半端な大学だったら学費は出さないと言い放った夫。その言葉を受けて、娘は志望大学を変更し、見事難関大学に合格してみせたのだ。にもかかわらず、夫は変わらず、学費は自分で払えと言った。娘のこれまでの努力を見てきた私は、一瞬にして頭に血が上り、話が違うではないかと、夫に詰め寄った。しかし、夫から返ってきた言葉は、母さんに別荘を買ったから金がない。母さんの喜ぶ顔の方が大切。とのたまった。激怒する私の横で、娘は静かに、分かったと言った。その日から、娘の復讐計画は、静かに始まっていたのだった。私の名前は優子。同い年の夫と、今年高校3年生になる娘との3人暮らしで、介護福祉施設でパートをしている。私たちは夫の実家から車で10分の距離に住んでおり、娘が生まれた年に夫の希望でこの地に家を建て引っ越してきた。義実家での同居とならなかったのは、義母が一人息子である夫のことを溺愛していたからだ。夫の嫁である私と孫である娘とは一緒に暮らしたいとは思っていないらしく、同居するなら夫だけだと言われたのだ。夫は義母と暮らしたがっていたが、義母が一切譲らなかったので、結局、義実家の近くに家を建てることで落ち着いた。数年前に義父が他界し、義母が実家に一人きりになるという時も、こうした経緯から同居には至らなかった。私と娘は義母との間に埋まらない溝を感じていたが、夫だけはそんなことはお構いなしに、危機として義実家に一人で帰っていく。むしろ今の環境の方が私たちに邪魔されることなく義母に会えるとでも思っていそうだ。夫はきっとマザコンなのだろうと思い、私は義母と仲良くなることは諦めていた。それでも意地悪をされているわけではないので、今がいい距離感なのだろう。そんな夫に娘も幼い頃から思うところはあったようだが、一緒に暮らしているのでそれなりに会話もあった。しかし娘が思春期に入った頃、夫は自分が娘の友達からイケオジと呼ばれていることを知り、妙に自信を持ってしまったことから、娘は夫を露骨に避けるようになった。結婚当初の夫は今で言うイケメンという部類ではなかったが、年を重ねてもあまり老けることがなく、かといって童顔というわけでもないので、それが娘の友達などには渋いイケオジと映るようだった。何かにつけ外見のことを言うようになった夫のことを、娘は鬱陶しいと思ったのだろう。そんな娘の態度が夫も面白くないようで、夫からも娘に話しかけることはほとんどなかった。そんな二人の溝がさらに深まったのは、娘が高校3年生の時だ。娘が通う高校は進学クラスと就職クラスに分かれており、高校入学時には将来のことをまだ決めていなかった娘は、ひとまず進学クラスに入っていたので、進級するたびに進路希望調査が行われていた。3年生となった今年は、4月の段階からより具体的な進路を調査書に記入することになった。リビングで娘と2人で進路について話していると、帰宅してきた夫が
テーブルに広げていた大学の資料を見て、呆れたような顔をし、ため息をついた。女が半端な大学に進学してどうする？名前も知らないような大学に入るなら、俺は学費を出さないからな。娘が見ていたのは、県外の女子大の資料だった。一人暮らしがしてみたい。女子校ってなんだか憧れるんだよね。そんな可愛らしい娘の希望も、夫の一言で打ち砕かれてしまう。娘の意見も尊重してあげてほしい。と、私が夫に言う前に、娘が口を開いた。半端な大学じゃなければいいの？娘が口にしたのは、通える範囲にある難関大学だった。おう、そこなら喜んで学費を出してやるよ。挑発するように言う夫には返事をせず、娘は進路希望調査の第一志望にその大学名を書き込んだ。他は空欄のまま、娘はその進路希望調査を学校に提出したようだった。その日から娘は寝る間も惜しんで勉強した。もともとは自分の偏差値内の学校でいいと言っていた娘だったが、塾にも通うようになり、その塾でも授業の後に先生に質問をしたり、友達と夜遅くまで自主学習をしていた。私はパート先にお願いをし、たまに入っていた夜勤を完全にシフトから除外してもらった。パートは日勤だけになり、娘の塾への送り迎えなど、娘のサポートに時間を使った。娘の模試の結果は日ごとに良くなり、受験間近になると志望大学の合格圏内にまでなった。受験の日には娘を受験会場まで見送ったが、むしろ私の方が娘より緊張してしまい、娘に笑われた。お母さんのおかげでリラックスできた。行ってきます。この1年で急に大人びた娘は、しっかりとした足取りで受験会場に入っていった。それから1月もしないうちに合格発表が出た。その日は私も仕事を休み、娘と2人で合格発表を見に大学まで行った。大学には受験生以外にも大学の在校生がお祝いのために待ち構えており、合格発表が出たのと同時にわーっと歓声が上がっていた。私も娘の受験番号を頭の中で何度も唱えながら掲示板の中で番号を探した。私が見つけるより早く隣から娘のあったという声が聞こえた。ようやく私が娘の受験番号にたどり着くと、娘が横から私に抱きついて泣いた。1年間頑張ってきた娘の努力が報われたこの日は、私たち家族にとって忘れられない日になるはずだった。その日の夜は、娘の合格祝いに出前でお寿司を注文した。夫にはすでにメールで娘の合格を連絡していたが、返事はなかった。それでも、夫も娘の合格を喜んでいるだろうと思い、娘と2人で夫の帰宅を待った。夫はいつもより遅い時間に帰ってきたので、もしかすると娘のお祝いにケーキでも買ってきたのだろうかと思っていたが、リビングに入ってきた夫の顔は、とても娘を祝うようなものではなかった。お父さん、私、大学合格したからね。娘は、夫に大学からもらってきた資料を差し出すが、夫はそれを受け取ろうとはしなかった。それどころか、娘におめでとうの一言もなく、突然、お前の学費は払えないと言った。夫の言葉に驚き、娘はどういうことなのかと大きな声を出した。しかし夫は
娘の質問には答えず、うるさいと怒鳴っただけだった。娘は、夫が他の大学では学費を出さないと言ったから、偏差値の高い大学を志望校にしたのだ。私も、夫がなぜこんなことを言い出したのかわからず、怒る娘の肩を抱きながら、どういうことなのと夫に聞いた。母さんの誕生日に別荘を買ったんだよ。だから貯金がない。お前の学費も出せない。夫は開き直ったように答えた。確かに、一月ほど前は義母の誕生日があり、夫はその時何かをプレゼントしたようで、義母がそのプレゼントを大層喜んでいたのは知っていたが、何をプレゼントしたのかまでは知らなかった。母さんが喜んでくれる方が大切だろう。自分の学費は自分でどうにかしろ。その言葉を聞き、今度は私が夫に激怒した。夫は娘の努力を見ようともせず、娘よりも義母を優先し、自分がした約束すらも保護にするつもりなのだ。夫としても、親としても、人間としても許されることではない。ふざけないで、と夫に怒鳴ろうとした私を止めたのは娘だった。先ほどまで私と同じように怒っていた娘は、冷静な声で、わかったと夫に言った。一瞬、部屋の中がしんと静まり返ったが、夫はすぐにリビングを出て行った。夫が出て行くと、娘は何事もなかったかのように、ダイニングテーブルの前に座り、私を呼んだ。お母さん、早くお寿司を食べようよ。娘が気丈に振る舞っているのだと思い、私は何度か夫と話をしておくから、と娘に言ったが、娘は話さなくていい、と言うだけだった。それでも何とかしなくては、と思い、次の日に義母に電話をかけた。夫が義母にプレゼントしたという別荘を、何とか手放してもらおうと思ったのだ。だが、義母は私が別荘の話をすると、嬉しそうに夫のことを褒めた。単刀直入に、別荘のせいで娘の学費が払えず、大変なのだと話してみたが、義母は夫を高校息子だ。さすがは私の息子だ。というだけで、孫である娘のことなど、全く気にした様子もない。あの夫の親なのだ。義母には何を言っても無駄なのだろう。と、私は諦め、電話を切った。夫と義母のことは諦め、私は娘の学費を援助するため、パートのシフトを増やした。娘の受験の間は除外してもらっていた夜勤も復活させ、娘も春休み中にバイトを始め、スマホ代やお小遣いも含めた日々の生活費は自分で稼ぐようになった。余った分は貯金をすればいいと言ったが、娘はバイト代からいくらか学費として私に渡してくれた。春休み中から忙しく過ごしていた娘だったが、大学入学後は気の合う友達もたくさんできたようで、バイトのない日には友達と集まったりと楽しく過ごしているようだった。こうして娘の大学進学に合わせ、私と娘の生活は徐々に変わっていったが、夫だけは我関せずといったように家のことなど見向きもしなかった。学費についての件ですっかり私たちの会話はなくなっていたし、パートを増やしたこともあり、生活もすれ違うようになっていた。夫は仕事が忙しいのか、帰宅時間が遅くなり、出張にも行っているようだったが、詳しいことは何も聞かなかった。夫が私たちに興味がないように、もう私たちも夫に興味を持てなくなっていた。
忙しくも充実した日々を過ごしていたある日、娘が大学3年生になった年のことだ。急に義母から電話がかかってきた。普段は私ではなく夫に連絡をしているので、義母と話をするのは随分と久しぶりだった。不思議に思いながらも電話に出ると、義母から信じられない話を聞かされた。義母が電話をかけてきたのは夫の愚痴を言うためだった。どうやら義母は夫が義母にプレゼントしたあの別荘に一度しか連れて行ってもらっていないらしい。まさかあんたが売り払ったんじゃないでしょうね、と義母に疑われ、私はすぐにそれを否定する。ちょうど娘が隣におり、電話越しの義母の声が聞こえていたようで、なおも続く義母の愚痴を聞きながら、二人で首をかしげた。夫は毎週末のように義母を連れて別荘に出かけていたし、今も義母と別荘にいるはずだったのだ。私たちが聞いてもいないのに、夫は別荘に行くときにはいつも義母を連れて別荘に行くのだ、と言ってから外泊をしていた。夫の嘘に気づいたが、私たちはそのことを義母には伝えなかった。義母からの電話を切った後、娘は私にある提案をしてきた。何かを知っている様子の娘に、私はその計画に乗ることにしたのだった。次の週末も夫は義母を別荘に連れて行くのだと言い、家を出た。私と娘は夫が出て行ったことを確認した後、私の車で最寄り駅まで向かった。最寄り駅では娘の同級生と待ち合わせをしていた。初めて会うその子は娘よりも大人びて見えたが、それでも娘と話している様子は年相応の可愛らしい子だった。お互いに挨拶を済ませた後は3人で車に乗り込み、次の目的地へ向かった。家から車で30分ほど離れた場所にある駅に車を止め、私たちは西口の目の前にある噴水に向かった。この辺りでは一番栄えている駅なだけあって、噴水の周りにはたくさんの人がいた。カップルの待ち合わせ場所としてもよく利用されるらしく、男女でこの場にいる人たちがほとんどだ。その中にスマホの画面を見ながら誰かを待つように立っている夫を見つけた。私たちは夫に気づかれないよう近づき、後ろから声をかけた。こんなところで何してるの？お父さん。娘の声に顔を上げた夫は、しばらくは何が起きたのかわからないような顔をしていたが、私たちの顔を順番に見ていき、だんだんと顔が青くなっていった。そんな夫の様子に、娘はいつかの夫のように呆れたようなため息をつく。全部わかっているからね。娘が提案してきたのは、夫の浮気を暴いてやろうという計画だった。娘は大学に入学したあたりから、ずっと夫の様子がおかしいことに気づいており、浮気を疑っていたが、証拠を見つけることができずにいたらしい。そんなある日、大学の友達といつものように集まっていた時に、一人の友達が最近できたのだという彼氏の話をしてきた。友達の彼氏は随分と年上のようで、娘はあまり興味が持てなかったが、友達はむしろそこがいいのだ、と娘にのろけた。お金持ちで余裕があって優しくて、年上だというのにそれを感じさせないくらいにイケメンのその彼氏は別荘を持っているらしく、先週末に初めてその別荘に行ったらしい。娘はまさかなと思いながらも気になったので、その友達に写真を見せてほしいと頼んだ。
友達はもちろん、喜んで娘に写真を見せてくれた。友達が彼氏だと指さしていたのは、自分の父親だったのだ。その時の娘は、驚きよりも、ようやく証拠を見つけた、という思いの方が強かったそうだ。娘はそれが自分の父親であることを友達に告げ、今すぐ別れた方がいい、と友達に言った。友達はショックを受けたようだったが、娘が夫の普段の様子や学費を出さないと言われたことを話すと、すぐに自分も騙されたと激怒し、娘と一緒に復讐計画を立てることにした。どうやら夫は出会い系アプリを使い、娘の友達と出会ったようで、友達の他にも会っている女性がいそうだった。娘はそのアプリに登録をして別人になりすまして、夫にメッセージを送った。夫からはすぐに返事があり、娘が誘い出すよりも先に夫から会おうと言ってきたらしい。自分の娘ほども年の離れた女性相手によくそんなことができるなぁと呆れると同時に気持ち悪さがこみ上げてきたが、今回はそんなバカな夫のおかげで計画がすんなりと進んだのでしょうがない。そこから何度かやりとりをし、今日を迎えた。私と娘が今日までのことを話し終えると、夫は言い逃れできないと思ったのか、浮気を認めた。娘の友達にだけは謝っていたが、私と娘には謝らなかった。そんな態度に今度こそ愛想がつき、私は夫に離婚を申し出た。もちろん慰謝料だってもらうつもりだし、もし離婚することになったら、取れるものは全部取ってやろう、と娘と話していた。謝ってきたのなら、少しくらいは話をしてもいいという気持ちもあったが、夫は私たちに対して申し訳ないという気持ちなど持っていないようだ。その証拠に、夫は離婚の言葉を聞くと、私たちに向け、馬鹿にしたように笑った。俺と別れてどうするんだ？お前たちだけで生活できると思っているのか？この後に及んで別れたくないと思っているのか、世間体を気にしているのかはわからないが、やはり夫は何も知らないようだった。実は娘は友達と一緒に会社を立ち上げている。授業の一環として開発したアプリが若い女子を中心にヒットし、収益が出るまでになっていたのだ。娘が友達と集まっていたのはどうやら仕事だったらしく、娘から聞かされた時には大学生で起業ができるのかと驚いたが、今では5人程度のメンバーにも毎月給料が出るほどになっているそうだ。娘の学費はそこから捻出していた。夫に言われた通り、娘は自分で学費を出していったのだ。私も職場が費用を負担してくれるというので、ケアマネージャーの資格を取るため、通信教育で勉強をしていた。この度試験にも合格し、パートから正社員にならないかと上司に言われているところだ。もちろん給料も上がるので、娘と2人で十分に生活していける。そういうことだから、あなたがいなくても私たちは2人で暮らしていけるの。だけど、慰謝料はきっちりいただきますからね。今後のことは弁護士を通して話しましょう。私たちが夫との話を終えると、次は娘の友達の番だ。娘の友達は今回のことで娘にたくさん協力をしてくれたが、もちろん裏切られたことには傷ついているし、怒ってもいる。すでに両親に相談をし、娘の友達も弁護士を雇い、夫を訴えるつもりでいた。夫は娘の友達には必死に謝り、好きなんだ本気なんだと情けない姿を晒しているが、
それが余計に娘の友達の心が離れていく原因だとは気づいていないだろう。私も訴えますから、と言い捨て、私たち3人は駅前を後にした。残された夫がどんな表情をしていたのか、誰も振り返らなかったのでわからない。その後夫には弁護士を通じて、私と娘の友達から慰謝料の請求がいった。それは夫の給料だけで払えるものではなく、別荘を購入する以外にも、出会い系アプリでの女遊びのために貯金を使っていた夫は、泣く泣く別荘を手放すことにしたようだった。しかしこの別荘は欠陥住宅だったようで、ローンの残りを返済した後に少し手元に戻ってきただけだった。夫は今度は義母に頼ろうとするも、義母は生前の義父の浮気に散々悩まされていたので、義父と同じように浮気をした夫のことを激しく拒絶した。もちろんお金など貸してもらえるわけもなく、取り乱す義母を置いて夫は実家を逃げるように飛び出したそうだ。私たちは夫に離婚を言い渡してから、その足で荷物をまとめ私の実家に帰っていたが、夫から慰謝料として今まで住んでいた家を譲り受けることになり、久しぶりに我が家に帰った。まだ残っていた夫のものはすべて捨て、娘と2人での新しい生活が始まった。住む場所もなく、慰謝料の支払いもある夫は実家に帰りたかったようだが、義母が夫を受け入れることはなかった。仕方なく夫は築40年の風呂なしトイレ共同のアパートに引っ越したようだ。それだけ家賃を抑えても慰謝料の返済には間に合わず、友人や知人に金の無心をしていたようだが、誰も夫にお金を貸す人はいなかった。夫の周りから人は消え、今はダブルワークで身を粉にして働き、私たちへの慰謝料を支払い続けている。私は今までのパート先で正社員として働くようになり、責任は増したが、その分やりがいを感じていた。娘は大学入学前に始めたアルバイトは辞め、今は友達と立ち上げた会社に力を注いでいる。てっきり卒業後もそのまま会社を続けるのだと思っていたが、どうやら公務員試験を受けるか迷っているようで、大学から資料をいくつかもらってきてはダイニングテーブルに広げている。なんだか大学を選んでいる時のことを思い出すが、もちろん夫のように娘の道を狭めることなど言うはずもない。自分の思う道を進めばいいんだからね。ありがとう、お母さん。こうやって悩めるのも、なんだか贅沢なことだよね。多分、同じ時のことを思い浮かべているのだろう。私と娘は笑い合い、あれこれと夢のような将来の話をした。お母さん名義の土地、私名義に変更しちゃいました。亡き夫から相続した私名義の土地を勝手に自分の名義に変更したという長男嫁。長男嫁とは以前からうまくいっていなかったのは事実だが、まさかこんなことまでやるとは予想もしていなかった。助けを求めるつもりで長男を見ると、私のことを冷ややかな目で見つめる長男がそこにいた。いつも嫁のことをいびって人として最低だな、母さん。少しでも悪いと思っているなら土地は嫁に潔く譲って、残りの人生は家政婦をして誠意を見せてくれよ。長男は嫁の味方だった。言っておくが、嫁いびりをしたつもりはない。むしろいびられていたのは私の方だ。しかし、
今この状況で何を言っても通じるとは思えなかった。私は説得するのも馬鹿らしくなり、長男嫁が言うように出ていくことにした。私が出ていけばいいのね、と念を押すと、泣かないんだ、強がっちゃって、と悪態をつかれた。だが、強がっているのは実際、どちらだろうか。私が出て行った後、どうなるのか。この二人はまだ全く気づいていないだろうが。私と夫は共に50代後半だ。私たち夫婦の間には二人の息子がいるが、それぞれ結婚して家庭を持ち、実家を離れて暮らしている。そのため、今は夫婦水入らずの二人暮らしだ。私たち夫婦が住んでいるところは、誰もが想像するであろう田舎そのものだ。最寄り駅までは車がないと不便だし、バスもあるにはあるが、通勤通学の時間でさえ1時間に2本程度。日曜日や祝日の運行はない。コンビニとは名ばかりの何でも屋っぽい酒屋がポツンと集落の中心にある程度だ。そんな絵に描いたような田舎の地元を長男はものすごく毛嫌いしていた。高校は近隣のもっと栄えたところの学校に行きたいと言っていた長男だが、偏差値が足りず地元の農業学校にしぶしぶ通う羽目になる。そんなこともあり、長男は高校を卒業すると飛び出すように家を出て行った。長男は憧れの都会で生活している時に出会った女性と結婚。その後も実家には寄りつかず、都会で生活を続けている。長男夫婦は結婚の挨拶で何度か帰省しているが、それ以外は全く寄りつかず、連絡もない。それでも親族なので、どうしても外せない用事ができることもある。家のことの連絡事項は、代々嫁が対応してきた。大した交友がなくても、だ。だから、私が長男嫁に会わなくてはならないときは、私の方から出向いていた。なぜなら、長男嫁も大の田舎嫌いだからだ。私が出向くと田舎臭がすると言って消臭剤を吹きかけてくる。はじめは嫌だったが、今では些細なこととして処理するように心がけている。ただでさえ疎遠な関係なのに、これ以上ギクシャクしたくなかったからだ。一方、次男は仕事の関係で離れた土地で暮らしている。次男夫婦が暮らしているのは、次男が生まれ育った田舎と大差ない田舎町だ。次男は車で移動すれば、それほど苦ではないと言い、よく実家に顔を出しては、私たち夫婦のことを気遣ってくれた。次男嫁は、とても愛嬌のある女性で、性格もおおらか。価値観が似ていることもあり、次男嫁との関係はものすごく良好だ。そんな中、まだギリギリ50代という若さで、夫が先立ってしまう。突然の不幸に、私は悲しみに暮れた。生前、夫はよく、自分が先に行ってしまい、私が残った時、苦労しないで、残りの人生を全うしてくれることだけが望みだと言っていた。夫の先祖が代々守ってきた土地も家も管理に困ったり、それがあることで人生の足かせになることがあるなら、最優先にするのは私の人生だと言っていた。つまり、相続したら、あとは好きにしていいよと言っていたのだ。一応、代々長男が継いできた土地と家なので、夫は生前、長男にその話をしている。田舎嫌いな長男はもとより、長男嫁が、都会の一等地ならいざ知らず、田舎の役にも立たない土地を相続するなんて、無意味なことはしないで、
と激しく拒絶したので、長男もその意見に従い、別のものを望んだ。次男もまた、土地と家以外がいいというので、他のものを相続する。後から次男に聞いたのだが、私と夫の思い出が詰まった場所なので、私が相続した方がいいという思いからだったらしい。次男夫婦はこちらに戻って、私との同居も考えたようだが、どうしても次男の通勤に負担がかかりすぎるため、断念したそうだ。それでも次男夫婦からは、いつかどうしても避けられない状況になったら、いつでも実家での同居を受け入れるから、一人で頑張りすぎないで、と、温かい言葉をもらった。私も、息子たちの生活を犠牲にしてまで、土地と家に縛られるつもりはない。その時が来たら、潔く決断しようと心に決めた。こうして、私が土地と家を、長男と次男は財産をそれぞれ均等に分けた。夫が亡くなってしばらくすると、近隣の開発が進み出し、土地の価格が上昇し始めた。私は60代になったが、まだまだ田舎での暮らしを楽しめる気持ちの余裕と体力の余裕がある。開発を嫌がり、さらに山奥へと越していった人もいて、開発に対する考えや思いはそれぞれだ。私としては、近くにスーパーなどができれば、車で移動しなくても済むし、高齢者になってからの免許返納などの問題も、家族間での争いを回避できそうだ。何より、何かと気にかけてくれる次男夫婦の心配事が減るなら、開発も悪いことばかりではないと思っている。これからは便利な生活になるのかしら、と正直ワクワク感があった私だったが、長男嫁の想定外の行動に私の平和が乱されることになるとは、この時は思ってもいなかった。開発が進み、最寄り駅に向かうバスの本数が増えるらしいとか、近くに高層マンションが建つらしいとか、住民の中でいろいろ噂が出始めた頃、今まで疎遠だった長男から連絡が来た。都会での仕事がうまくいかず、結果的に仕事を辞める羽目になった。田舎で生まれ育った者が都会で人稼ぎしようなんて、儚い夢だった。とかなんとか言い出した長男に、何が言いたいのかはっきり言ったらどうなのと、ややきつめに結論をせかしてみた。すると長男は実家に戻って暮らしたいと言い出した。私が、つまり同居したいってこと?と聞き返すと、そうらしいのだが、何やら歯切れの悪い言い回しを繰り返す。ちょうど1月前、夫の三回忌で親族が集まることがあった。その時の長男は相変わらず、田舎臭いと文句ばかりだったのに、一体どういう心境の変化だろうか。長男との会話の途中で、いきなり長男嫁が割り込んできた。お母さん、とても素敵なところにお住まいなんですね。土地開発が行われて近代的に変わるなら、そう言ってくださいよ。山の木が伐採されて、見晴らしが良くなった場所もある。そこに大型ショッピングモールが入るらしいという噂は、かなり前からあった。長男嫁は、この辺りは田舎と思って、土地なんか眼中になかったけど、開発が進み、住みやすい場所になるなら、話は別だと言い出す。夫が残してくれた土地といえば、とても立地のいい場所だった。自宅が建つ場所の他に、自宅の裏にある山も、私が夫から相続した土地だ。開発で土地の買い上げもあるんですよね。裏の山は手放すんですか?なるほど。長男夫婦は、田舎の土地なんかいらないと、相手にもしなかったことを、後悔しているようだ。
今更土地を相続したいとは言えないので、私にするより山を売ったお金の分け前でもくれと言いたいのだろう。あら、嫌だ。私ったら、お母さん、本題はお金ではなくて、主人のことなんです。かなり演技が入ったような話の切り返しに、私は疑い深く、長男嫁の言い分を聞いた。下手な演説を聞かされている気分だった。簡単に要約すると、長男の仕事がなくなり、無職になったのは本当のようだ。来月の家賃も危ないくらい、貯金も底をついたらしい。次男と分けた遺産はどうしたのかと聞くと、できれば、それには手をつけたくないらしい。まだ夫が亡くなって三回忌が終わったばかりだから、もう少し残してくれたお金の使い道を吟味したいという長男嫁だが、生活が困窮しているなら使えよ、と思った。それを言ったら、冷たいだのなんだのと言ってきそうなので、こらえて聞き流した。家賃を払うと、ガスと電気代が払えないと言って、長男嫁は涙声で切実に訴えてくる。同居させてくださいと。田舎で暮らすというの？田舎が嫌いで都会に固執していたあなたたちがやっていけるの？長男に代わってもらい、田舎で再就職するのかと聞いた。都会で再就職した方があなたのためではないの？とも聞いた。家出するかのような感じで都会に出て行った長男が、今更田舎暮らしを受け入れるとは到底思えなかった。長男は背に腹は変えられない。近いうちに食べることも困難になりそうだから助けてほしいという。長男は最後まで再就職は都会なのか田舎なのかはっきりとしたことは言わない。だから私は条件をつけた。同居は長男の再就職が決まるまでの期間限定だと。また同居中はバイトでもいいから何か仕事をすることを付け加えた。土地開発が進んでいるこの辺りでは何かと短期の仕事募集が増えていた。襟好みしなければ採用されるはずだと私は思った。半年ほどの生活の面倒を見れば、ある程度のお金も貯まり、長男夫婦の再出発も可能だろうと考えてのことだった。夫婦は助け合いだ。当然、長男嫁も毎日でなくても外で働き、再出発の資金集めに協力するものだと思った。だが、実際に同居が始まってみると、私の目論みはことごとく崩れていく。長男は宣言通り仕事探しに明け暮れていた。日中は仕事探し、夕方からの数時間は工事現場の警備の仕事をする。長男嫁は初めこそ塩らしくしていたが、仕事探しとバイトで長時間長男が留守にするようになると、突然態度を変えてきた。ああ、かったるい。やってらんないわ。軽トラで買い物とか、ダサすぎて私には無理。買い物は1週間分をまとめて買うのが定番になっていたので、どうしても都会で走るようなおしゃれな自動車より軽トラの方が利便性が高かった。買い物は私がやりますと言い出したのは長男嫁の方だった。だが、一回言ってくれた以降、軽トラは恥ずかしいから無理と言ってやらなくなった。長男嫁は長男がいる前では私の作る食事が美味しいとか、覚えたいから教えてほしいとか言ってはいるが、長男がいないと言っていることは真逆だ。田舎衆のする料理は無理。フレンチが食べたいと言い出す。お袋の味とかうざ。と言っては料理当番をサボる。ある日、長男嫁が
今夜は夕飯を作るというので、その言葉を信じて、私は裏山の整備に向かった。定期的に見回って、伐採をお願いしたりしないと、山はすぐに荒れてしまう。特に、季節の変わり目や、落ち葉の処理などは重要で、夫が亡くなってからは、集落の若い人を雇ってやってもらっていた。だが、毎回他人任せというわけにもいかず、私は時折様子を見に行くのだ。山を一回りして、夕方くたくたになって帰宅すると、家の電気がついていないし、鍵がかかって中に入れない。長男嫁のスマホに連絡しても通じないし、途方に暮れていると、長男が帰宅する。事情を話しているところに、長男嫁がやってきたので、私は鍵を閉めてどこに行っていたのかと問い詰めた。ひどい、お母さん。言われた通り買い物に行ったのに、頼んだことを忘れるなんて。さらに、私が無理難題の料理が食べたいと言って譲らず、今夜はその料理が出せなかったら、出て行けと言ったと、長男に説明をした。私はそんなことを言っていないし、留守にされていたことすら知らなかった。だが、長男は、長男嫁の言い分を鵜呑みにしてしまう。いくら渋々の同居だからって、嫁いびりはない。嫁は田舎暮らしに不慣れなんだ。こんなど田舎で、洒落た料理の材料なんて揃うわけないだろう。分かっていながら、長男嫁を行かせるのは恋の嫌がらせだと言って、長男は私を一方的に非難した。長男とは、もともとの価値観が違うことで、反発し合い、口論が絶えなかったことも一時あったが、理不尽かつ一方的に罵倒されたのは初めてだった。目の前にいるのは確かに私の息子なのに、まるで他人のように思えて悲しい。息子なら母親の味方を知ってよ、とまでは言わない。世の中、夫は母親の味方をするより、嫁の味方をした方が夫婦仲はいいし、現に亡くなった私の夫はいつも私の味方でいてくれた。だが私の夫は必ず双方の意見を聞くという立場でいたので、義母が存命中は夫が間に入り、いい関係だったと思う。こんな一方的に嫁の言い分を信じて私を怒鳴るなんて。長男が一気に不機嫌になり、そのよくわからない洒落た料理は母さんが勝手に作って一人で好きなだけ食えよ。俺は嫁と外食してくる。長男は長男嫁の手から鍵を取り、私に投げつけると来た道を戻っていった。家の中に入ると長男嫁は何一つ家事をしておらず、朝私が家を出た時のままだった。私は悔しくて涙が止まらない。だけど、その涙を拭うのも惜しいくらいやることが山積みで、泣きながら家事を片付けた。後日、長男が外食に行った店の店主から、長男夫婦と同居は大丈夫なのかと私を訪ねてきた。この辺りには一軒しかない定食屋さんで、そのお店は子供たちが幼い頃、家族で食べに行っていた店だ。夫の幼馴染がやっている店で、夫がひいきにしていたことは長男も知っているはずだ。その店で長男夫婦は私の悪口を言っていたらしい。9割方、長男嫁が私の悪口を長男に吹き込んでいる感じだったという。私は詳しく語らず、教えてくれてありがとうとお礼だけを言った。店主は困ったことがあれば頼ってくれと言って、あまり踏み込んだことは聞かずにいてくれた。ただ、息子同然のように思ってた長男が、嫁の言い分を鵜呑みにするとはな。都会に行くと人が変わっちまうのかね、と
悲しそうだった。このことがあってから、私は長男嫁に何も期待しないことにした。仲良くする努力をしても、相手には伝わらないのなら、するだけ時間の無駄だ。その時間や労力で、サクサクと家事を自分でやった方がいい。やられたからやり返すという考えでは、私も長男嫁と変わらない。私はいつも通り、長男嫁に何をされても、3人分の食事を用意したし、3人分の洗濯もした。長男嫁は、それが当然と思ったのか、仕組んだ方に動いてくれて、ラッキーと思ったのかはわからないが、お客様態度で居座り続けた。そんなある日、長男嫁が耳を疑うようなことを言い出した。お母さん名義の土地と家のことだけど、私名義に変更する手続き中なの。すでに書類は揃ったと言って、私にその書面をちらつかせた。ただ、はっきり見えるように見せないので、長男嫁の言い分に不信感が募る。それに、夫から私に名義変更する際に、必要な書類を何度も見ている私からすれば、明らかにしょぼい偽物にしか見えない。それは本物なのと、長男嫁に聞くと、当たり前でしょと、逆ギレをする。これからはここの主は私になるんだから、追い出されたくなければ、嫁いびりした罰とお詫びの態度を見せてよ。そうね。私専属の家政婦で居続けるっていうのはどう？嫌なら出て行ってくれていいのよ。かなり強気な態度から、手にしている書類が本物だと信じているようだ。私は長男に向かい、どういうことかと問い詰めた。同居することへの約束を守れないなら、出て行くのはそちらでしょと、正論をぶつけてみたが、長男は先に約束を破ったのは私の方だと言い出した。嫁いびりするような最低の母親に育てられたなんて恥だ。悪いと思うなら、母親なら息子に全部託して引退しろと言う。いくら俺と反発し合ったからって、憎いからって、俺の嫁に八つ当たりしていじることないだろ。人として最低なんだよ。いい年したおばさんが恥ずかしくないのかよ。長男嫁は私が長男を憎んでいるから自分に辛く当たると訴えて信じ込ませたようだ。長男と私が価値観の違いで馬が合わなかったことなどを長男から聞いていた長男嫁はそれを利用したのだろう。長男と私はもともといい関係ではなかった分、関係を悪化させるのは簡単だったに違いない。今の長男に何を言っても、いえ、私が言うことすべて信じるわけないと悟った。説得するだけ労力の無駄と感じたし、ふと夫の言葉がよぎった。わかったわ。あなたたちの言い分を全部聞き入れましょう。ただし、こちらも準備があるから、1週間の猶予をちょうだい。長男嫁は渋ったが、長男はそれでいいと承諾する。持ち出す荷物の整理や引っ越し先などを探したり、他にもしなくてはいけない手続きがあり、それらを終えるのにちょうど1週間かかっていた。私は約束した1週間後に家を出た。出て行く私を長男嫁は勝ち誇った顔で、とっとと出て行け、と悪態をついた。しかし、それに反応せず、無言で家を出た私は、心の中でガッツポーズを取る。ここからが私の反撃だ。1ヶ月後が楽しみだ。その1ヶ月後、思っていた通り、長男嫁から連絡が入る。早速土地を売って現金を手にしようとしたら、すでに分譲中の土地なので無理だと断られたと、鼻息荒く興奮状態だ。
一体何をしたのと、すごい金切り声で、聞くに耐えない暴言が、マシンガンのように出てくる。実は、周辺の土地開発が進む中で、裏山と土地をセットで売らないかという話が出ていた。条件はセット売りだった。私だけでは山の管理が厳しかったので、ありがたい申し出だった。だが、まだもう少し、夫と暮らした家にいたい気持ちもあり、セット売りの件は考えさせてほしいと保留にしていた。その過程で、自宅の老朽化の問題が出てくる。親族に建築関係に勤めている人がいて、夫の月命日にやってきた際、曽祖父母の代からの家だから、老朽化が心配だと言われた。昔は3世代で住んでいたこともあり、広く感じなかったが、私一人になると、なんと広い家だろうか。ポツンと取り残された寂しさもないと言ったら嘘になる。建て替えたとしても、息子たちは住まないだろうし。夫の7回忌が過ぎたら、売るのもいいかもしれないと思うようになる。山と土地を売ってほしいと言ってきた企業は、この辺りの開発には数年単位でかかるから急がないとのことだった。だが、長男夫婦との同居が始まったことで、私の計画が少しずつずれていった。そして、夫の7回忌を待たずに手放す決意が固まる。家を取り壊して更地にする費用も話を持ちかけてきた企業が負担してくれるというので、こちらとしてはありがたい申し出だった。夫が残してくれた土地を長男嫁が持っていた偽の契約書で勝手にされるのだけはどうしても許せなかった。それを本物と信じている長男嫁も何も疑いもせず、嫁の言いなりの長男にも絶対に譲りたくなかった。次男には事の経過を教えた上で私の決断を伝える。次男は思い出の家がなくなるのは寂しいが、思い出は物じゃなくて心の中にあるものだから気にしなくていいと言ってくれた。さらに次男夫婦からは同居の誘いを受けていた。慣れた土地を離れる不安もあるとは思うが、ここも結構田舎だから気に入ってくると思う。次男夫婦の優しさが嬉しくて、今はその次男夫婦の家で同居させてもらっている。長男嫁の罵声は聞き流し、適当なところでこちらから通話を切り、着信拒否にした。後日、私の行方を親戚中に聞き回り、探し当てた長男が次男夫婦宅にやってきた。私に助けてくれと泣きつく。何を今更、と返そうとしたが、全部嫁が仕組んだことで、と私を追い出してからのことを語り始めた。事の発端は、長男嫁の友人が司法書士を紹介したことから始まる。長男嫁は友人を信頼していたので、当然、紹介された司法書士の言うことも疑うことなく信じた。謝礼を渡すだけで、私名義の土地や家を長男嫁名義に変更できる。しかも謝礼は相場の半額以下でいいと言われる。後で大金が入るので、夫の遺産から不足金を補填すればいいと勝手に話を進めてしまう。約束した日、友人と司法書士は名義替えの書類を作成し、長男嫁に渡す。長男嫁も疑うことなく本物と信じて謝礼を渡してしまった。すべての下準備が終わった長男嫁はバイトから戻った長男に畳みかけるように説明をする。疲れていた長男は深く考えず、嫁が言っているのだから間違いないと信じた。よくよく考えれば、長男がまだ生きているのに、長男嫁が実家の名義人になるなんておかしな話なのだが。
私の名義になった方が何かとお母さんにとっても都合がいいと思うの。同じ家庭を守る主婦として腹割って話し合えるだろうし。なんて、もっともらしいことを言われて承諾してしまう。長男が職探しとバイトで留守中に着々と私を追い出す算段を練り、私の目を盗んで長男を洗脳した結果、長男は長男嫁の言いなりになり下がり、私を追い出すことに大成功する。しかし、その後意気揚々と手に入れた家と土地を売りに行くと、分譲中で無理と断られて焦った長男嫁は友人と司法書士に連絡を入れるが捕まらない。そのうち電話も解約されて繋がらず、友人の実家に連絡を入れるが、犯罪者は叩き出したから行方など知らんと突っ返される。そこで初めて友人が詐欺行為を繰り返し前科者になっていたことを知る。長男嫁も後から知ったのだが、かつての同級生が何人もその友人の餌食になっていた。友人がかつての同級生を偽の弁護士や会計士、司法書士などに紹介し、手数料を巻き上げるパターンで、長男嫁が友人に土地のことを話したので、司法書士役の人を紹介されたのだった。被害者の中には、警察に被害届を出している人もいれば、勉強代になったと思って諦めたという人もいる。その人たちは、お金は取られても、住む家があるからそう言ってられるのだ。長男と長男嫁は、金は取られる。家も失う。遺産金もなくなるで、被害届を出す云々より前に、この状況をどうにかするのが先だった。話を聞けば、遺産金はほとんど残っているはずだから、アパートでも借りればと私が言うと、遺産を入れていた口座のキャッシュカードがすり替えられて、別のカードと入れ替わっていたというのだ。気がついた時には全額引き出されていたらしい。正真正銘の無一文状態なので、助けてくれと長男は私の前で額をこすりつけて頼んだ。何でも名義替えの書類作成にかなり手こずったので、追加料金が発生したと言われ、長男嫁は友人を伴って一緒にお金を下ろしに行ったらしい。そこで暗証番号を盗み見られたとしか思えないと言っていると長男が説明した。カードをすり替えるのもその手のプロに頼むと気づかれないと聞く。長男嫁は目先の欲に駆られて注意力が欠落。遺産金のことなどもペラペラと友人に話したことでいいカモ扱いになったのだろう。少し前から長男嫁の出身校から注意喚起の連絡が回っていたそうだ。卒業生が同級生や後輩をカモにした詐欺行為が多発しているので、日頃連絡を取っていない人からの連絡や勧誘には気をつけるように、と。しかし、長男嫁は詐欺に引っかかる方がバカなのよ、と言って回ってきた連絡をスルーしたらしい。欲に駆られた二人の自業自得だと、私は長男夫婦を突き放した。遺産はなくなっても、長男がバイトして貯めているお金があるはずである。しかし、あんなビビたるバイト代なんてねえよ。飲み代で消えるに決まってるだろう。バイト仲間に誘われて毎回飲み歩いていた結果、初めは貯めていたバイト代もすっからかんになったそうだ。計画性のないお前が悪い、と私は再度長男を突き放した。あまりにもしつこく食い下がられて困っていると次男嫁が帰宅する。道着を肩からかけての帰宅で、見るからに勇ましい雰囲気に、長男は身の危険を感じたのか退散した。次男嫁は体を動かすのが趣味で、最近護身術を習い始めたのだ。習い事帰りの次男嫁と居座る長男が出くわし、長男が勝手にビビって
逃げ帰ってくれた。私はいいタイミングで助かったわ、と次男嫁にお礼を言った。その後、夫の幼馴染が店主をやっている例の定食屋で住み込みの従業員をすることになった長男夫婦だが、都心と比べると低すぎる時給に文句を言い続けていたら追い出されたそうだ。あいつらは人様の恩に報いるということを知らんのか。以降、長男夫婦に手を差し伸べる者はいなかった。段ボール生活でなんとか生きながらえていたある日、かつて私たち家族が住んでいた土地に新しい家が建つ。それを見た長男嫁が乱心して他人の家に侵入。ここは私の土地と言えよ。私が手に入れるはずだったものなの。そんなたわごとを言って居座り占拠したことで警察が出動。現行犯で逮捕される。警察から身元引受人として名前が出ていますがと私のところに連絡が来るが拒否した。すると長男嫁は今度は母親が来ない限り話さないと黙秘を始める。警察に説得の協力を求められたがこちらも拒否した。助けてほしいと長男が言ってますがとの伝言にも助ける義理はないので塀の中にでも入れちゃってくださいとお願いした。長男嫁は逮捕された時、自分は詐欺に騙されたと主張した。同じ被害届が何件か出ていることから信じてもらえたらしいが、長男嫁の罪が消えたわけではない。こってり絞られただけでなく、友人と偽司法書士の詐欺犯は今もなお行方がわからないと聞く。捕まえられたとしても取られたお金は戻りませんとも言われたらしく、勝手に遺産を使われただけでなく取られたことで長男の目も覚めたようだ。長男夫婦は離婚。それぞれの道を歩み始めたが、安定した仕事になかなかつけない長男は苦労しているようだ。元長男嫁は田舎はこりごりと都会に戻り、バスへの飲み屋で働いていたらしいが、ある日突然、忽然と姿が消えて以来、行方がわからない。何でも、かなりの借金を作ったとか。私は正式に次男夫婦と同居することになった。長男夫婦の件があった際、同居はお試し期間ということで行われていた。私としては、次男嫁の負担にはなりたくなかったからだ。だが実際に暮らしてみると、お互い言いたいことを言えて殺伐とならないし、威圧的でない次男嫁とはとても気が合う。何より味の好みが同じで、お互いにレシピを教え合ったりと、毎日が楽しい。気遣いもストレスになるような無理な気遣いをしなくて済むし、ご近所からは次男嫁と私が本当の親子なのだと思っている人も多いくらい、私たちの関係は良好だ。夫が願ったように、私は次男夫婦と共に残りの人生を謳歌する。その時の土産話を楽しみにしていてほしいと、夫の墓前に手を合わせた。席は家族の分しか用意してないの。他人は早く出て行ってちょうだい。招待されて出席したはずの義弟の結婚式になぜか私の席が設けられていなかった。困惑して問いかけた私に意地悪な義弟嫁はニヤニヤと笑いながらそう言った。私のことを馬鹿にして家族だと認めないと言い放ってきた義弟嫁に私は呆然としてしまった。さらに義両親も義弟嫁の肩を持つように私を冷たく見据えながら言った。まったくうちに顔を出さないあんたが悪いのよ。因果応報ってやつね。反省しなさい。
義実家に住んでいる義弟嫁を避けるために、最近は義実家での集まりに極力顔を出さないようにしていたのだが、それがまさかこんなことになるだなんて。義弟夫婦と義家族からのあまりの仕打ちに、私は泣きそうになりながら、夫に支えられてその場を後にした。それから13日後、助けて！慌てふためいて我が家へ駆け込んできた義弟夫婦。実は、私の名前はかな子、同い年の夫と二人暮らしをしている33歳のパート主婦だ。私たち夫婦には子供がいないが、夫も私もいつかは子供が欲しいと思っており、今は不妊治療を受けている。終わりの見えない不妊治療は辛いが、頑張ればきっと子供に恵まれるはず。そんな希望を持ちながら、夫と二人で頑張っている。そんな中、5歳年下の義弟が結婚することになり、顔合わせのために親戚一同が義実家へ集まることになった。顔合わせには私たち夫婦も参加し、そこで初めて義弟嫁と顔を合わせたのだが、彼女はなかなか性格の悪い人物だった。義弟嫁は見た目や雰囲気こそ可愛らしい女性だったが、大学を出たばかりということもあってか、どこか子供っぽい印象を受けた。行動や言動などすべてにおいてどこか幼稚で、義両親や親戚が大勢いる前でも義弟に甘えている。あまりにも義弟にベタベタしたり、頼り切ったりしている姿に、私だけではなく、夫も顔をしかめていた。しかし義両親は、義弟嫁のことを可愛いと本気で思っているらしく、しきりに、あらあら、ミキさんは甘えん坊さんなのね。と、微笑ましげに笑っている。義弟もまんざらでもないらしく、振り払ったり、諌めたりせず、義弟嫁の好きなようにさせていた。義両親と義弟の態度には首をかしげたくなったが、本人たちが幸せならいいかと思うことにした私たち夫婦。しかし義弟嫁は私のことが気に入らないのか、親戚たちの見ていないところで私のことを馬鹿にしてきた。お姉さんの格好すっごい地味ですよね。せっかく私に会う機会だっていうのに信じられない。おばさんだからセンス悪いのかな。私がお洋服選んであげましょうか。そう言ってクスクスと笑う義弟嫁に、私は頭にカッと血が昇る。しかし怒るのもバカバカしいような話だと、すぐさまクールダウンした私は相手にせず軽く受け流す対応をした。ありがとう。けど私はこの服が気に入ってるから結構です。すると私のその対応が気に食わなかったのか、義弟嫁は肉々しげに顔を歪めた。そしてあろうことか、今度は私の体質のことをやり玉にあげてマウントを取ってきた。何よ、人が下手に出てやってるのに偉そうに。っていうかおばさん、不妊なんでしょ？ああ、女のくせに子供ができないなんてかわいそう。私は聖司君との子供すぐ作れるもんね。義弟嫁はそれだけ言うと満足したのか、私の前から立ち去り、義弟のもとへすり寄りに戻った。一方の私は不妊治療をしているという他人に一番つつかれたくないところを無遠慮に馬鹿にされ、ショックやら情けなさやらでしばらくその場から動くことができなかった。すり寄る義弟嫁を受け止めて笑顔で彼女の頭を撫でている義弟は、数年前に起業して IT 系の会社を経営している人物だ。一時期は経営が危なかった時期もあったようだが、
最近では軌道に乗ってきたそうで、収入も増えて安定してきたらしい。義両親はそんな義弟のことを溺愛しており、義弟嫁にも甘い態度をとっている。溺愛している息子が可愛らしくて若いお嫁さんを連れてきたということで舞い上がっているのだろう。正直、私との扱いの差は歴然で、いっそすがすがしくさえ感じるほどだ。そんな義両親に甘える形で、義弟夫婦は結婚後、義実家で同居するらしい。つまり今後は、義実家に帰省するたびに、あの義弟嫁と顔を合わせることになる。きっと、顔を合わせるたびに嫌味を言われるのだろうし、それを思うと苦痛でしかない。これからずっと我慢して親戚付き合いをしていかなくてはならないのか。そんな思いでつい深いため息をついてしまったとき、ちょうど夫が居合わせて心配げに声をかけてくれた。かなこ、大丈夫か？体調悪いとか？純粋に私のことを心配してくれる優しい夫に、私は義弟嫁に言われたことを打ち明けた。体調は大丈夫なんだけど、この前ミキさんに不妊治療をしていることをバカにされたの。それでちょっとダメージ受けたのと、これからは帰省するたびに彼女と顔を合わせなきゃいけなくなるのかなと思うと憂鬱で、お母さんたちにあからさまに彼女たちを優遇する態度を見せつけられるのもなんだかバカバカしいっていうか。静かに一通り私の話を聞いてくれた夫は憤慨し、不妊のことに関しては私だけが悪いわけじゃない。子供を授かることができるように一緒に頑張ろうと慰めてくれた。また、夫自身も義弟嫁や義実家に対して思うところがあったようで、以前と比べて義実家に帰省する頻度を減らせるよう取り計らってくれた。私のことを思いやって行動してくれる優しい夫に、私はささくれていた気持ちがいくらか和らぎ、救われた気分になったのだった。義弟夫婦との顔合わせから数ヶ月後、私は義弟夫婦の結婚式に招待され、私と夫は結婚式場を訪れた。式が始まる前に義弟夫婦に挨拶しておこうと、私たちが新郎新婦の控え室を訪ねると、義弟嫁が友人らしき男性と親しげに話していた。じゃれついたり、盛んにボディタッチをしたりと、友人にしてはやけに親密な雰囲気を醸し出している義弟嫁と男性に、私と夫は顔を見合わせ、声をかけずにそっとその場から離れた。義弟嫁たちと十分離れてから、私は夫に話しかけた。何かしら、あれ。仮にも花嫁が結婚式の日に自分の夫以外とあんなに親しげにするかしら？まあ、俺たちが関与することではないから、とりあえず放っておこう。夫と二人で首をかしげながら、私たちは結婚式会場へと向かった。結婚式がつつがなく終わってから、参列者全員でぞろぞろと披露宴式場へ向かった。しかし、披露宴会場に入ると、そこには衝撃的な光景が広がっていた。あれ？なんで私の席がないの？なんと、親族の座るテーブルには、私の席だけがなかったのだ。見間違いかと思った私が、座席表と実際の席とを見比べて困惑していると、いつの間にか会場に来ていた義弟嫁がニヤニヤしながら話しかけてきた。あ、席は家族の分しか用意してないの。ごめんね、他人さん。義実家の集まりに顔を出さない人なんて、私、家族として認めないから。私のことを嘲笑うかのような表情で、そう言い渡した義弟嫁に、
私は呆然としてしまった。義弟嫁からよくは思われていないことは分かっていたが、まさか全くの他人扱いされるほど嫌われていただなんて思ってもみなかった。さらに、義両親も義弟嫁の肩を持つように、私を冷たく見据えながら言った。ふん、今までの行いが自分に返ってきたわね。うちに顔を出さないあんたが悪いのよ。ミキさんが若くて可愛いからって妬んでるのか知らないけど、親戚付き合いもできないような人間は、うちの人間とは認めないわ。さっさと帰りなさい。自業自得だと言わんばかりの態度をとる義両親の態度にも、私は開いた口が塞がらなくなってしまった。義弟は普段から義弟嫁と義両親の言いなりになっているのか、私たちのやりとりを見ても何も言えずにおろおろとするばかりだ。確かにここ最近は義実家を避けていたが、それは義弟嫁からの嫌がらせを避けるため、私自身が無駄に傷つくことを避けるための行動をとっただけなのに、どうしてここまで冷遇されなければならないのか。私の方が義弟嫁よりも長く義実家と交流してきたはずだし、今までは特にトラブルも起こらずに交流できていたというのに、義弟嫁が来てからうまくいかなくなってしまった。義家族からのあまりの仕打ちに、私は泣きそうになってしまった。私がうつむいて必死に涙をこらえていると、不意に夫が自然な仕草で私の肩を抱くように顔を隠してくれた。かな子、無理しなくていい。悪いけど俺たち、式には参列しないで帰るわ。毅然とした態度で、義家族たちや義弟夫婦に向けて、そう宣言してくれた夫。夫の優しい言葉と行動に、私は胸がいっぱいになり、こらえていた涙がほろりとこぼれてしまった。夫の上着で隠れて見えないはずなのに、私が涙をこぼしたことに気づいたのか、夫は私の頭を優しく撫でてくれた。しかし、私が夫の言葉や行動に感動している一方で、義両親は憤慨して夫に噛みついていた。待ちなさい。あなたは出席しなさい。聖司のお兄ちゃんでしょ。会場を去ろうとする私たちに向かって、夫は実の家族だから残れと騒ぎ立てる義両親だったが、夫はその声を完全に無視。義両親たちから守るように私の肩を抱いてくれ、結婚式場から連れ出してくれたのだった。ありがとう。ごめんね。私は様々な思いで胸が詰まっており、夫へ感謝と謝罪の言葉を一言伝えるだけで精一杯だった。そんな私の聞き苦しい一言を、夫はにこりと笑って受け止めてくれた。このくらいどうってことないさ。さて、さすがに今回はやられっぱなしにしておけないな。どうやって復讐してやろうか。夫はそう小声でつぶやき、何やら義家族を懲らしめるための策を練り始めた。やがて夫はいいことを思いついたと言わんばかりの笑顔を見せ、私にこそっと耳打ちした。夫から聞かされた復讐の方法に、私もいい考えだと賛同し、早速それを実行するために、ある人物へ電話をかけたのだった。それから13日後、どうやら夫の立てた策はうまくいったようで、事態は大きく動いた。その日は休日で、私と夫は2人揃って我が家でゆっくりと過ごしていた。そこへ、急に義弟夫婦が血相を変えて押しかけてきたのだ。兄さん、助けてくれ。このままだと、俺の会社が倒産してしまいそうなんだ。少しでいい。資金援助してくれないか？頼む。慌てふためいてなんとか資金援助を、と懇願してくる義弟に、
夫は冷たく言い放った。ろくな事情説明もなく、金をよこせだなんて、カツアゲと変わらないぞ。まあ、この件に関しては、俺も事情を知ってるから、別に説明しなくても構わないけどな。夫の言葉に、義弟は気まずそうに口をつぐんだ。しかしその直後、事情を知ってるってどういうことだと、いぶかしげに尋ねてきた。そんな義弟に対して、夫は冷たい表情のまま答えた。ああ、実はな、お前の会社に仕事の紹介をしてたの。大半がうちの嫁さんのお父さんのつてなんだわ。で、嫁さんがお前らにあまりにもひどい態度を取られているっていうことをお父さんにお伝えしたら、お父さんがずいぶん大怒りになられてな。そう、実は義弟が運営している IT 企業へメインで仕事を紹介していたのは私の父の知人たちだったのだ。そのことを全く知らなかったらしい義弟夫婦は夫の言葉を聞いて口をあんぐり開けて唖然としている。私の父は地方銀行の頭取を務めており、ビジネス関連のネットワークがとても広い。父はほとんどの地元企業の重役の方と顔がつながっており、ビジネス以外で個人的なつながりが強い方も多くいるようだ。今回の義弟の件に関しては、父は個人的なつての方を駆使してくれた。以前、義弟が会社を立ち上げて間もない頃の経営が傾いていた時、義弟のことを心配した私と夫は、顔の広い父になんとか義弟へ仕事を流してあげることができないかと相談した。その結果、父の知り合いの会社から義弟の会社へ大口の仕事を発注してもらえることになり、義弟の会社は継続的に仕事を受注できるようになって、経営が安定したのだった。私や父が義弟を陰で援助していたという話は、身内からの勝手な援助で経営が回復したと知ったら、義弟が嫌がるかもしれないということで、義弟には一切伏せていた。その代わり、もう少し義弟の会社の経営や私生活が落ち着いたら打ち明けて、このまま先方との取引を続けるかどうかを義弟に判断してもらおうと話していた。しかし今回、私が義弟嫁から受けた仕打ちのことを打ち明けると、父は大激怒。すぐさま、それまで義弟の会社と取引をしていた父の知り合いの会社へ連絡を取ったようで、義弟の会社への発注を止めさせたのだった。因果応報というか、自業自得というか、まあそんなところだな。お前が、母さんたちやお前の嫁が、かな子に嫌がらせをしたり、雑に扱ったりするのを止めなかったせいで、お得意様を失って自分の会社を潰しそうになっているのさ。夫の話を聞き終えた義弟は、顔を真っ青にして、唇をわなわなと震わせ、言葉を失った。それから覚悟を決めたように、きっとした表情になり、義弟嫁の方へ向き直った。ミキ、頼む。お姉さんに今までのことをきちんと謝罪してくれ。そうしたら、俺から誠意を持って、お姉さんやお姉さんのお父様、お得意様に謝罪して、もう一度取引していただけるように依頼するから。自分の経営している会社の信貸が関わっているだけに、義弟は必死で真剣な様子だ。しかし、そんな様子の義弟に対して、義弟嫁は不思議なほど澄ました表情をしている。そして、開き直ったかのような態度で、義弟に向かって言った。しょうがないわね。そういうわけなら、離婚しましょう。私は別に何にも悪いことしてないものを、そこのおばさんに謝るなんて嫌だわ。義弟嫁からの突然の言葉に、さすがの義弟も驚き慌てふためいている。離婚？何を言っているんだ？
結婚式を挙げたばかりじゃないか。しかも、お前はもう妊娠だってしているって言うのに。そんな必死な様子で、義弟嫁を引き止めようとする義弟に対し、義弟嫁の態度はそっけない。養育費だけ払ってくれたらいいわよ。じゃ、あとはよろしく。それだけ言い残して、その場を後にした義弟嫁に、私たちは3人ともあっけに取られてしまった。義弟の会社が破産寸前だというのに、全くダメージを受けておらず、それどころか悠々と離婚を言い渡すだなんて、何か裏があるのではないだろうか。膝から崩れ落ちてうなだれている義弟をよそに、私と夫は首をかしげた。なあ、ミキさんの妊娠って最近発覚したのか？ちなみに、といった雰囲気で問いかけた夫に、義弟は首を振った。いや、結婚式を挙げる前には妊娠してたよ。というか、兄さんたちは途中で帰ったから知らないだろうけど、披露宴で子供を授かってるってことは公表してたし。義弟の言葉に私はとある光景を思い出した。それは結婚式当日、義弟嫁が友人風の男性と控え室でやけに親しげに話していた光景だ。今思い返してみても、やはりあの距離感は友人同士というには近すぎるように思えてならないのだ。女の勘だけど、ミキさんはもうあの時の彼と再婚するつもりでいるんじゃないかしら。私が推測を交えて結婚式の日の話をすると、義弟は、そんな、とつぶやき、顔はそれまで以上に真っ青になった。それから私の勧めで、義弟は興信所に義弟嫁の素行調査を依頼した。結果は黒。義弟嫁は私の読み通り、結婚式の控え室で親しそうにしていた男性と浮気していたことが発覚した。しかも、二人の関係は結婚式よりずっと前、それこそ義弟と付き合い出した頃から続いていたようだ。義弟嫁はお金があるからという理由で義弟と一度は結婚することを決めたらしいが、気持ちとしては浮気相手の方に傾いていたという。なので、義弟との結婚生活をある程度過ごしたら、なんとか理由をつけて義弟と離婚し、義弟から養育費を受け取りながら、浮気相手と再婚できないかと画策していたようだ。数々の証拠を突きつけられた義弟嫁は、さすがに観念したのか、浮気していた事実を認めて、義家族から言われるがまま、責められるがままになっている。義弟嫁の浮気が発覚して、気持ちがもう自分にないと知ったことで、義弟は義弟嫁の望み通り、彼女に離婚を申し付けた。ただし、義弟嫁と浮気相手それぞれへ精神的苦痛を受けたことによる慰謝料を請求した。ひどい。今までみんな可愛がってくれたのに手のひら返しじゃない。なんで私がこんな目に遭わないといけないの？それはこっちのセリフだ。お前との未来を真剣に考えていたのは俺だけだったんだな。ミキの望み通り離婚してやる。頼むからもう二度と俺の前に現れないでくれ。義弟は絶望した様子で、しかしきっぱりと義弟嫁に言い渡した。義弟嫁はふてくされた様子だったが、しぶしぶそれを受け入れ、義弟夫婦の離婚は成立した。後日発覚したことだが、義弟の元嫁が妊娠していた子供の父親は、やはり浮気相手だったようだ。時期的にはもしかしたら自分との子供かもしれない、と一縷の望みをかけていた義弟は、その事実に肩を落とし、元嫁への未練をすっぱりと断ち切ったようだった。一応望み通りに義弟と離婚して浮気相手と再婚できる状態になった
義弟の元嫁だったが、結局彼女は浮気相手にも捨てられたらしい。本気だった義弟の元嫁に対し、浮気相手はあくまでも遊びだと思っていたようで、義弟から慰謝料を請求されたり、義弟の元嫁からの重い愛情をぶつけられたりして、辟易してしまった彼は、ある日突然、彼女の前から姿を消したそうだ。夫と浮気相手、お金を失い、子供だけが手元に残った義弟の元嫁は、子供が生まれた後、子供を実家に預けてパートを掛け持ちし、必死に稼いでいるらしい。義妹は今まで甘やかされてきた分、苦労を重ねており、かつての可愛らしさを失って、ひどく老け込んでいるとか。一方の義弟はというと、自身の運営していた IT 会社は畳んで、一般企業に転職して働き始めた。もう一度、会社員の立場に身を置いて実力をつけ、身内の力に頼らずとも仕事をやっていける自信がついたら、また独立したいと考えているようだ。義弟は、これまで元嫁の言いなりになっていたことを猛省し、私たち夫婦や私の父に誠心誠意の謝罪をしてくれた。今回の件、本当に申し訳ありませんでした。傍目から見ても行き過ぎていたパートナーの行動を諌めようともせず流されるばかりで、人として恥ずかしいです。私たちも意地悪なことばかりしてしまってごめんなさい。若くて可愛いお嫁さんが来てくれたからって浮かれていたんだわ。義両親からも謝罪を受けたが、私としてはもう二度と関わりたくなかったので、彼らからの謝罪は軽く受け流して釘だけ刺しておいた。もう終わったことなので謝罪は結構です。ただ、今後お父さんとお母さんとは距離を置かせていただきますので、必要以上に私たちに関わってこないでください。夫は義両親に毎月仕送りをしていたらしいのだが、今回の件で愛想が尽きたと言って仕送りを打ち切ったらしい。そのことに対して当初、義両親は何やらうるさく言ってきたようだが、夫が一括したことで静かになったそうだ。その後、生活費に困った義両親はパートの仕事を始めるが、若い上司にしごかれて苦労しているらしい。身内のごたごたが一段落ついて安心したからか。その後、私たちは不妊治療がうまくいって子供を授かることができた。あの騒動から2年が経った今、無事に生まれた子供と私たち夫婦は3人で毎日幸せに包まれながら暮らしている。